もしあなたに身に覚えのない殺人容疑がかけられたとしたら、2018年某日、大阪府堺市、一人の女性がテレビ取材に答えていました。普通に考えてだと思います。カメラに向かってそう言い切った女性の名は足立明美。実は明美には弟正光さんの殺害容疑がかけられていたのですが、彼女は冤罪を訴えていました。正光さんは数ヶ月前、密室状態のトイレで練炭による一酸化炭素中毒で死亡。加えて遺書が残されていたにもかかわらず、警察は姉の明美を容疑者として挙げたのです。事件の直前には兄弟の父親も病に倒れており、明美を含め家族は誰もが精神的に追い詰められている状態。そんな中、疑われてしまった明美はカメラの前で涙を流し、必死にこう訴えていました。正直こうやって冤罪ってできるんやなと怖いです。ところが彼女は、弟殺害の容疑をかけられ、涙ながらに冤罪を訴える女性。悲劇のヒロインに見えた彼女はその本性を隠していました。目的のためなら手段を選ばない彼女の恐ろしい悪行の数々とは。大卒健ちゃんです。やみやみこね。やみこさん、そろそろ変えたくね。何を？なんだと思う？人間？違う。スタジオか。私たちごと変えられるのかと思った。まあ別にそれでもいいんだけど、いいの？スタジオのデザイン変えたいっすよね。何に変えるの？変えるとして。ちょっとまだ秘密です。考えてないだけでしょ。考えてるよ。あ、考えてるのね。考えてるけど、まあちょっとなんか俺の好みになっちゃうから。はいはいはい。まあここもこれもさ、ヤミコさんに一切許可取らず俺がガンガンやってたじゃん。うん。昔。うん。それ乗っかるかどうか。教えてよ。知りたい？うん。多分反対すんだよね。うん。うんじゃねえよ。多分反対するわ。うん。アンティークよくね。だと思った。何？シュメレで撮るってこと？まあシュメレで撮ってもいいし、まあここをちょっとね改造してもいいかもしれないし。まあ一案なんだよね。うん。まあただこう昔からのねこのサイバーパンクっぽいの好きな人もいるんで、皆さんもねなんかこういうスタジオはいいんじゃねとかさあればね、まだ帰るの確定してないんですよ。ヤミコさんとねお金の面で一回殴り合わないといけないんでね。皆さんの意見もねぜひぜひねお待ちしております。今回は大阪府堺市で起きた殺人事件をご紹介します。逮捕されたのは被害者の姉で、彼女は必死に冤罪を訴えていたんです。でも冤罪って本当にそうならこんな恐ろしいことはないんだけど、もう警察は証拠があって逮捕してたんじゃないの？おっしゃる通りなんです。真実が明らかになった時、誰もが彼女の裏の顔に戦慄するんです。被害者の姉は逮捕直前、身の潔白を証明するためにあるものを息子たちに手渡すんです。こうやって冤罪が起きるんです。2018年6月20日、大阪府堺市中区、一人の女性が息子たちに神妙な面持ちで話をしていました。私は無実や、ここに全部書いてあるから。そう言って女性が手渡したのは A4 用紙の束、明美日記と題された。それはこの女性足立明美の手記でした。そして明美が無実と口にしていたのは、彼女が弟正光さんを殺害した容疑でこれから連行されるため、34枚にも及ぶその手記には正光さんの死亡時の様子や自分が逮捕されることへの激しい憤り、そして真犯人は正光さんの妻であることが記されていました。姉の明美に容疑がかけられたのは、弟の妻が保険金や遺産を狙って仕組んだ陰謀だというのです。冤罪で捕まるぐらいなら死のうと何度も考えたが、子供たちのことを考えると死ねない。真実は一つ、仕組んだ側の言い分だけで令状まで取る警察の浅はかさ。こうやって冤罪が起きるんです。出てきても社会復帰なんてできへんよ。繰り返し冤罪を訴えるその手記の最後を締めくくるのはこんな言葉。5人逮捕で人生奪われるなら見せしめに死んだるよ。遺書とも取れるその一言には、絶対に冤罪を許さないという明美の覚悟が現れていました。彼女は一体どのような事件に巻き込まれ、なぜ疑われているのでしょうか。時は遡り、明美が逮捕される3ヶ月前の2018年3月27日、弟正光さんの妻由香のもとに一本の電話が入りました。正光が大変なんや、はよ来て。電話をかけてきたのはそう明美でした。ひどく取り乱した彼女の様子に由香は慌てて正光さんの実家へ。するとその家のトイレの前で明美が必死にこう訴えていたのです。中に正光が。トイレのドアは接着剤で目張りされている状態。明美と由香は力を合わせ、そのドアをこじ開けました。いやー、正光！ドアが開いた瞬間、むせ返るような煙の中、二人の目に飛び込んできたのは、床に座り込みぐったりと意識を失った正光さんの姿。その傍らでは鍋に入った練炭が燃やされていました。正光さんは救急搬送されたものの、後に死亡が確認されます。死因は練炭による一酸化炭素中毒。正光さんは遺書を残しており、彼の死は
で間違いないように思えたのです。俺はおとんにインスリンを打った。罪の意識から逃れることができへんかった。実は正光さんが亡くなる2ヶ月前、父親の富夫さんは低血糖状態に陥り病院に搬送されていました。長年糖尿病を患っていた富夫さん、一時は回復し退院したものの、直後に再び自宅で倒れ、今度は深刻な低血糖脳症で意識不明の重体に。正光さんのカバンからはインスリンの注射器が発見されており、父を殺害しようとしたという内容の遺書も合わせ、彼の犯行である証拠が揃っていたのです。しかし警察が正光さんの死について実として処理を進めていたその最中、異を唱えた人物がいました。夫はパソコンで手紙を書くような人やあらしまへん。それにこんな文章、あの人が書くわけない。言い回しも言葉の選び方も全部違うんです。妻の由香は残されていた遺書について夫が書いたものではないと繰り返し訴えました。正光さんの遺体が発見された際、その遺書を見つけたのは姉の明美。由香の違和感が正しいとすれば、その遺書を書いたのは正光さんではなく、そして由香は警察に向かい強くこう言ったのです。前に夫に言われたんです。明美に気ぃつけろって。奥さんの言う通りだとしたら犯人は明美ってことになるわよね。弟さんの遺書にはお父さんの殺害に関しても書かれてたわけだけど、もしかしてこのことにも明美が関係してるわけ？弟さんが妻に語った明美には気をつけろという言葉に全てが集約されているんです。この言葉の真意を知るためには明美の過去を知る必要があるんです。全ては自分のために。学生時代の明美は容姿端麗でスポーツ万能、成績優秀、男子にも人気があり、クラスのマドンナ的存在でした。高校も地域で有名なお嬢様女子校に進学し、彼女は華やかな学生時代を送っていたのです。そんな明美の人生に転機が訪れたのは短大在学中の頃。10歳以上年の離れた男性と学生結婚した明美は2人の息子を設け、周囲より一足早く温かな家庭の幸せを手にしました。しかしその幸せは長くは続かなかったのです。原因は夫のギャンブル。自分や子供を顧みずギャンブルに金をつぎ込む夫に明美は愛想を尽かし離婚を決意。これからは自分が女手一つで息子たちを守っていく、そう決心した明美はなんと夫の定期入れに大麻を忍ばせ警察に通報したのです。あの人が逮捕されれば子供の親権は私に移るはず。離婚調停を有利に進めようとした明美でしたが、この企みはあっけなく警察に見破られ、彼女は書類送検。この一件は後に目的のためには手段を選ばない女と呼ばれる明美の恐ろしさを如実に物語る結果となったのです。犯罪でっち上げて夫をはめようとしたってことよね。いや、親権が欲しいからってもいくらなんでもやりすぎでしょ、これは。常識的に考えてありえないですよね。このように明美は目的のためなら手段を選ばない女だったんですが、その矛先はいつしか父親や弟にまで向かうんです。結局明美は望み通り親権を得ますが、離婚後の彼女の生活は不安定なものでした。彼女は花屋の経営を皮切りにキャバ嬢や塾講師、バーやホストクラブの経営など様々な職を転々としました。しかしそのどれもがうまくいかなかったのです。それを見かねてか父親の富夫さんは自身が経営する水道工事会社を明美に譲りました。ところが明美が社長となって以降、会社の売り上げは2年間で半減。深刻な経営不振に陥ってしまいます。学生時代から才色兼備で何でもできた明美は、自分ならビジネスもうまく軌道に乗せられるという考えから様々な職に挑戦したのでしょう。しかし結果から見るに彼女は全く詳細がなかったようなのです。そして対照的だったのが弟正光さんでした。結果として明美が父の会社を継いだものの、実は本来の後継者として期待されていたのが彼。正光さんは独立し自ら水道工事会社を設立。彼の会社は順調に成長を続け、直近1年で売り上げを倍増させるほどの業績を上げていたのです。売り上げを激減させた明美と会社を急成長させた弟正光さん、同業で同じ社長という立場にもかかわらず、2人には埋めようのない差が生まれていました。昔は私の方が優秀やったんに。兄弟で明暗が分かれたこの現実は明美のプライドを大きく蝕んでいったのです。学生時代の優秀さと、それが社会に出てからね、何か成果を上げれるかっていうのはまた別の話よね。別に学生時代の成績が良くなかったりさ、そこが悪かったりしても社会に出て何か一定の成果を上げる人はいるわけだしさ。明美はね、自分を特別な存在だと信じていたんで、弟の方が自分より優秀だっていうね、その現実にね、拒絶反応を示すようになったんです。
というわけで本日のメドラーキーワード、ナルシスティックインジュリーについて。ナルシスティックインジュリーとは、自分は特別だ、正しいという自己イメージが脅かされた時に生じる深い心の痛み。通常、人は現実の目標達成などから自分の価値を認識しています。しかし自己愛が人一倍強い人には実際の成果によらず、自分は特別だと思い込むことで精神のバランスを取ろうとする人がいます。そうした人にとっての失敗は、自分は本当は無価値な存在と現実を突きつける出来事となり、通常の人が経験する失敗よりも精神的ダメージが大きいのです。明美は学生時代こそ周囲にチヤホヤされていましたが、社会へ出てからは離婚や事業の失敗により、その人生も下降線をたどっていきました。学生時代の栄光から自分は成功者だと信じていた明美。社会に出てからの失敗の数々が彼女に与えた精神的ダメージは計り知れないのです。経営者として成果を上げられず、弟に差を見せつけられた明美は、自分が父の後継者となったことについてブログで不満を漏らすようになりました。ほんま身勝手な父親と弟。明美は元交際相手に対しても、できるなら前の仕事に戻りたいと社長業について愚痴をこぼしていたといいます。さらに2016年頃には癌を患い、その精神状態は余計に悪化していきました。明美の癌はステージ3から4とかなり進行しており、摘出手術を受けるものの、以降は体調不良に悩まされるように、手術後の明美は痩せこけ、周囲から見ても明らかに弱って見えたといいます。会社の経営不振や金銭的な問題、体調不良と心身ともに大きなストレスに苛まれた明美。そしてこの頃から明美の周囲で不審な出来事が起こり始めるのです。2018年1月、明美の父富夫さんが自宅で倒れ、救急搬送されました。原因は低血糖症。この時富夫さんは数日で回復し退院しますが、翌日に再び倒れ、深刻な低血糖脳症で意識不明の重体に。糖尿病を患っていた富夫さんとしては、いつ現れても不思議ではない症状でしたが、実はこの容体の悪化は仕組まれたものでした。富夫さんが倒れた2回とも、その場に居合わせたのは母文子と明美の2人。そう、明美は父親の富夫さんに対し、インスリン注射を意図的に過剰投与し、殺害を企てていたのです。1度目の投与で殺害に失敗したため、2度目の投与では確実に死に至らしめようと、インスリンを打った後に長時間放置。さらにあろうことか、明美はその隙に現金や通帳を持ち去っていました。もともと持病があった富夫さんが容体を急変させても自然なことで、絶対に自分が疑われることはない。明美はそう高をくくっていたのですが、彼女には一つ誤算がありました。実は富夫さんが倒れた直後、母親の文子が血糖値測定器を確認していたのです。20？ なんでこないに数値が低いねん。通常では考えられない異常な数値に文子は思わず息を飲みました。さらに自宅にあるはずのインスリン製剤の一部が紛失していることも判明。明美に疑いを抱いた母文子はすぐに弟の正光さんに相談したといいます。正光さんが妻に明美には気をつけろと話したのは、父に対する明美の殺意に気づいたからに他ならなかったのです。そして正光さんが全てを悟ったことに気づいた明美は、逃げ続けた女。2018年3月27日、明美は弟正光さんを実家に招いた。忙しい中よう来てくれたね。はい、これお母さんもどうぞ。明美が差し出したのは彼女の手製の抹茶オレ。明美と正光さん、母文子の3人はグラスを傾けながらしばし談笑していたが、なんや眠なってきたわ。しばらくするとそう訴え始めた母文子。彼女は睡魔に耐えられず、やがて眠り始めてしまう。同時に弟の正光さんもまたうつろな表情を浮かべ、意識が定まらない様子でいた。正光、気分が悪いならトイレに行き。明美に言われるがままトイレへ向かった正光さんは、そこで床に座り込み眠り始めてしまう。弟の無防備な姿を前に口角を上げる明美。そう、彼女が母と弟に振る舞った抹茶オレには睡眠薬が混入されていた。明美はあらかじめ用意していた練炭を鍋に入れて着火し、トイレタンクの上に設置。ドアを閉めると接着剤でその隙間を埋めるように目張りしていく。正光、あんたには私の罪をかぶってもらうからね。全ての作業を終えた明美の手には偽造した遺書が握られていた。警察は当初、正光さんが亡くなったことについてと判断していましたが、正光さんの妻由香の訴えにより再捜査を開始。現場検証によってトイレの中に接着剤の容器や着火器具がないことが判明し、第三者が練炭に火をつけ、外側からドアの目張りをしたと考えられたのです。さらに司法解剖の結果、正光さんの体内から睡眠薬の成分が検出。これが明美に処方されていた睡眠薬と完全に一致し、警察は彼女への疑いを深めました。この間テレビの取材で、冤罪が自分の身に降りかかろう
としていると涙ながらに語り、被害者を装っていた明美。そして自分に疑いが向くことを恐れた明美は、弟正光さんの自宅周辺で彼の妻由香が犯人だとする怪文書をばらまいたのです。他殺やってバレたならあの女のせいにしたらええわ。由香が不倫に走り、その不倫相手と共謀して正光さんを死に追いやった。新たな筋書きを作った明美は、正光さんの軽自動車や自転車にスプレーで塗料を吹きつける嫌がらせ行為にまで及びました。しかしこの時の様子が近隣の防犯カメラに映っていたため、大阪府警は2018年5月に名誉毀損容疑などで明美の家を家宅捜索。押収された明美のパソコンが解析され、正光さん名義の遺書が偽造であることなどが判明したのです。これらの状況証拠と物証が揃った結果、大阪府警は2018年6月20日に明美を殺人容疑で逮捕。またこの逮捕の8日後に父富夫さんが他界したため、明美は富夫さん殺害の罪についても追起訴されることとなったのです。いや、ここまでいろんな人にさってみんなすりつけて冤罪だなんて叫んでたわけでしょ。こいつ言い逃れできたとしてもろくな人生ならないわよマジで。いろんな人のね恨みも買ってそうですしね。そうよ。自分の人生への不満から父も弟も、そしてその弟の妻も地獄へ陥れようとした明美。その悪行の数々をもって目的のためなら手段を選ばない女と呼ばれるようになったんです。明美は第一審から最高裁に至るまで、私からは特に申し上げることはございませんと一貫して黙秘。裁判所は父富夫さんと弟正光さん2名の殺害など全ての罪状を明美の犯行と認定し、無期懲役を言い渡しました。死刑にならなかったのは、明美が黙秘を貫いたことで父富夫さん殺害の動機が最後まで不明だったため。明美の性格を考えると、その恨みの原因を認めることすら彼女のプライドが許さなかったのかもしれません。明美にとって家族とは愛すべき存在ではなく、自分の失敗や挫折を突きつける存在だったのでしょう。そして実の父や弟を殺害したなどと聞くと、家族なのにと思ってしまいがちですが、この悲劇は家族だからこそ起きてしまったとも言えます。法務省の令和6年版犯罪白書によると、日本の殺人事件の約 40% が親族によるもの。その他の関係性と比べ、身内に対する殺人は最も高い割合を占めているのです。他人なら流せることでも、家族だとそうはいかない。身近な存在だからこそ、理性よりも感情が先立ち、時に歯止めが効かなくなることもあるでしょう。家族とは多くの人にとって愛情と憎しみが紙一重の存在なのかもしれません。あなたにとって家族とはどんな存在ですか？